皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。はい、皆さん今日もお元気でしょうか？私は疲れてるんですが元気です。今週はですね、英語のレッスンの1年の最後の週だったんですね。そう、1年の一番最後のレッスンが今週たくさんありまして、で、最後楽しくレッスンするのもそうですし、あとは子供たちに渡すものがたくさんあって、その準備に追われていました。渡すものを例えば通知簿。はい。通知簿っていうのは子供たちの成績ですね。成績表って呼んだりもしますが、はい。このカテゴリーはよくできてましたよ。このポイントは、来年また頑張りましょうね。というような、はい。成績表です。これをね、手書きで書かなきゃいけなくて、コメントとか。それを何人もの生徒に書いてると、はい。すごく疲れましたね。なんですが、疲れたんですけど、寂しい気持ちがすごく強い一週間でした。っていうのも、一年の最後のレッスンですから、4月からまた新しい一年が日本では始まるんですけどね。来年度4月からもレッスンを続ける子もいれば、3月でもうレッスンをやめてしまう子。やめてしまう理由は、一つは幼稚園を卒園することなんですね。そう、卒園、卒業のシーズンですね、日本は。卒園は幼稚園を卒業することを卒園するって言います。小学校、中学校、高校、大学とかは卒業するって言いますね。そう、お別れのシーズンです。寂しい、本当に寂しい。私はですね、ある幼稚園では3歳の子供たちから、6歳になる子供たちまで担当してるんですが、今6歳の子たちが次小学生になるので3月に卒園します。その子供たち3年前ぐらい、3歳の時から私はずっと英語のレッスンを担当してたんですね。なので3年間子供たちとレッスンをもう毎週続けていて、最初3歳の時なんて皆さん英語なんて全然わからないわけですよ。ね、もちろん日本に住んでるから英語って何っていうところから毎週毎週レッスンに来て勉強頑張ってで毎週宿題もあるんですけど宿題も頑張ってきてで6歳になる頃には英語で簡単なコミュニケーションができるようになってるんですね。で、あとアルファベット大文字小文字も覚えて鉛筆を持ってアルファベットを書けるようにもなってたり、3年の間で本当に大きな成長を見ることができて、子供たちって本当に小さい体だし、まだまだね、大人に比べたら小さい頭なんだけど、たくさんのことを毎日吸収して大きくなってるんだなーって感動しますね。うん。で、その卒園するある男の子がね、最後のレッスンに来た時に、ひより先生、2年間、3年間、ありがとうございました。お世話になりました。って大きい声で言ってくれたんですよ。その子今2年3年と言ったけど、その子は2年間ですね。2年間担当してたので、はい。2年間ありがとうございましたって大きい声で挨拶をしてくれて、
すごいちょっとうるっとしました。うるっとするっていうの。泣きそうになることですね。多分お父さんお母さんが、日和先生にね、お世話になったから最後ちゃんと挨拶するんだよ。こうやって言ったらいいよってね、教わってきたんだと思うんですけど、うん。まだ最後のレッスンが残ってるんだけど、レッスンが始まる前にそうやって言ってくれて、この仕事やっててよかったなって思える瞬間ですね。うん。3年間って大人で考えるとなんかあっという間じゃないですか？私もう3年前って言われたらもうつい最近だし、その3年前から今を比べて何か成長したかなって考えると、ん。どうなんだろう。何か成長したかな。でも韓国語はここ数年で話せることも増えたかな。そういうところは成長を感じるかな。でもやっぱ子供と比べると何か学んだな、成長したなっていうところが少ないので、なんというか、子供たちを見て、私も学び続けなきゃいけないな、自分をもっと成長させなきゃいけないなって、子供たちを見て私も学ばせてもらっていますね。いやー、子供に教える立場ではあるんですけど、毎回のレッスン、子供たちから学ぶことが本当に多いです。はい。皆さんの中でも自分のお子さんがいる方もいるかもしれませんね。もしくは先生のお仕事をされている方もいるかもしれません。子供と近くで関わることがある人は、こういう気持ちわかるところあるんじゃないかなと思います。ね、子供見てると学ぶところっていっぱいありますよね。あとこの純粋さ、子供の純粋さを見てると、私ってなんて汚れてしまったんだって思うこともあるし、うーん、なんかこもっと自分をまた繰り返しだけど成長させなきゃいけないな、成長しなきゃいけないなって思いました。はい、日本では卒業のシーズンです。別れは悲しいですけど、みんながまたね、その子供たちが新しいステージで新しい環境でこれからも笑顔で楽しく過ごしていってほしいなって応援する気持ちを持って、送り出したいと思っています。はい。皆さんの地域では卒業シーズンというところは少ないかなと思いますが、はい、卒業シーズンになるとどんな気持ちになるでしょうか。そしてさっきも言ったように子どもたちを見て学ぶことだったり感じることってありますか？ぜひコメントで教えてください。はい、では今日も聞いてくれてありがとうございました。今日も皆さんにとって日本語日和になりますように。またねー。